こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日はこの庭の敷き砂利の上に腰掛けてお話をさせていただきます。先日私の10年近く続けているブログで65歳になって50年の盆栽の道になったとことをなんとなく綴ったら、このわびチャンネルで私のその歩いてきた道を少し喋ってくれという声をいただきました。かいつまんでお話をしてみたいと思います。本当にお耳障りでしょうがお聞きください。私は昭和34年に横浜で生まれました。ちょうど今の上皇陛下ご夫妻がご成婚なさる1年前になります。その後、父親の仕事の関係で最終的には茨城県の古河市というところで中学校までを過ごしました。正直言って褒められた子供ではありません。学校はずる休みをし、野山で遊び、決して勉強が嫌いだったわけではありませんが、決まった学校の生活の中で同じことをやることに息苦しさを感じる、少し斜めに世の中を見ているような子供だったように思います。両親が駆け落ちに近い存在だったので、とても貧しい中にいたように思います。給食費も払えなくて、母親が巻紙でその詫び状を書いて持って行って恥ずかしいなと思った幼心が今もあります。中学校の時には部活動をやり、また家の生活を助けようと思って牛乳配達、新聞配達、いろいろなことをやって、土曜日日曜日は出前の自転車での運搬をやっていました。中学も3年近くなると体もしっかりしてきて、何でもいいから稼げればいいと思って、お祭りのテ屋さん、たこ焼きや焼きそばを売っているあれですね、あれを手伝ったり、花火大会の時にはジュースを売ったり、夜はカンテラといって明かりをつけて空き缶拾いを朝までやった。そんなことばかりやってる毎日で困った子供でした。やはりそんな中だったせいか、兄弟もたくさんいましたので、自分は自分でちゃんと生きていかなきゃ、両親を助けなきゃ、いろいろな悩みの中で、15歳の春に私は盆栽の道で生きようと思ったんです。これは父方の私のおじいさんが庭師をやっていた関係で、絶えずそこの庭に小さな盆栽があった。こんなことが私をその道へ進めさせたのかもしれません。あいつは不良だから、成績が悪いから、だから高校行かないんだ。こんなことを言われると嫌なので、一生懸命勉強して公立高校には入りました。ただ入ってみたら、私たちのクラスだけ共学じゃなくて男子ばっかり。しかも職員室の隣でした。やっぱり中学時代の成績でこうなったんだなと思いましたが、1ヶ月後に分かったのが、そのクラスが国立大学進学クラスだと知って、お願いだから他のクラスへ編入させてくれと頼みましたが、それも叶わず、自分で考えてわずか1ヶ月半で高校を辞めました。1ヶ月ほど自由な時間を作って、さあ、盆栽屋さんに修行に入る。自分みたいな人間は一般の社会ではきっと生きていけないから、
そういう厳しい中に身を置いて、盆栽や自然と一緒に日々を過ごして、毎日生活の糧が得られればそれで良いと、そんな思いで選びました。栃木県にある名門盆栽園、筑風園を訪れたのは、15歳の高校中退後の夏にかかる時でした。一人で行って修行で置いてくださいと言いましたが、高校を辞めるようなものは置けないと言われました。やむなく両親や兄を口説いて、みんなで行ってお願いしますと僕が言ったら、10年間住み込みなら置いてもよいと言われて、昭和49年9月1日に布団やいろいろなものを持てる家ではなかったので、着替え一組を持って栃木県に修行に入りました。そこから5年、シャニムにその中で行きました。ある時に朝5時ぐらいに水をかけていたら、靴底が水が入ってくるんで何だろうと思ったら、ズックの底が擦り切れてなくて水がかかってしまうんです。自分で考えたら6ヶ月、半年間この盆栽園の庭から一歩も出ないで180日一生懸命言われることをやっていたんですね。それぐらいに無我夢中だったんです。よくいろいろな人に住み込みの修行じゃ大変だったねって言われると、はいとは言いますが、本音で言いますとどこも大変ではありません。厳しい親方、優しいおかみさん、そして兄弟子、兄弟弟子。私にとってはある意味楽園でした。悩みもなく一生懸命盆栽のこと、手入れ、管理、掃除、一生懸命やること、それが日常でしたから、あっという間の5年でした。20歳になって、本来でしたら修行は5年から6年ですが、貧乏ですからお金もなければ盆栽園を開くわけでもありません。その時に師匠から銀座の三越というところに盆栽園を作ろうと思うと。お前が通わないかと言われました。生まれてこの方、銀座なんて行ったこともありません。せいぜい修行中に月に一度の休みにわずかなお小遣いを持って栃木県から上野まで行って、上野の公園でパンを食べて、東京国立博物館や上野の森の美術館、西洋博物館、これを見て大変感動して栃木へ帰る。これぐらいが私の東京でした。銀座三越名盆栽の店。これが私が20歳の時に預かった店です。今思えば50年の紆余曲折がありますが、私の基本を作ってくれたのはこの20歳で東京へ出たことだと思います。私の師匠もよく20歳の若者に大切な一つの銀座の店を任せたもんだなぁと、今も深く感謝しています。銀座の店へ出て、朝から晩まで一生懸命やりましたが、何も売れません。何十万何百万という盆栽を褒めてくれますが、何も売れない日々。有楽町の駅で焼きそばを食べて、栃木県まで帰ると夜9時過ぎ、ただいま帰りましたという報告をするのが辛くて辛くて、栃木の駅でじーっとベンチに座っていたこともあります。そこから少しずつお客様ができて、何人かの私の将来の忘れ得ぬ人たちとも出会って、私の根津の森前という、まさに八面六臂の時間が始まったんです。ここからの銀座の出来事、ここからの私が銀座に自分で独立するまで、いろいろなことがありましたが、私の50年は
いつも誰かに支えられてきた50年です。失敗ばかりの私を多くの人が見えないように支えてくれた物語、また次の機会にお話をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。